続きまして、ワイヤーさんからの投稿です。南極で発掘された新エネルギー。でこのエネルギーの粒子一つ一つが測定不能のエネルギーを放出し、終えると自ら破壊を行い、新たなエネルギーに生まれ変わり、再びエネルギーを放出し終え、自らを破壊すると。その続きがですね、ツイッター見ていただけたらね、いっぱい書いてあるんですけども、簡単に言いますと、なんかこう30 minutesの、実際に使用しようとした時に、暴走し始めて、全て無エとみたいなね感じで、その近接モードになったりとか攻撃特化型になったりとか、いろんな形に変えながらとにかく来るやつもう全てぶっ飛ばすと、最後の写真なんかは最もまがまがしい戦闘を行うっていうね、もうとにかくもう暴走モードですよ、で今これを倒す人募集中だみたいなね、倒せる人募集中みたいな倒せないんだってこいつみたいなね、絶賛暴走中みたいな。そう、絶賛暴走中なんですよ。なるほど。最後のツイートも何かこう語ろうとしたらやられちゃうみたいなね。なるほど。やつの名をつけるとしたらザザガーみたいなね。いいですね。通信が途絶えるっていう、非常にいいですね。いいでしょ。これちょっとぜひこうツイッターの方に飛んでいただいて非常に読んでほしいですね。ねえ、もうすごく作品に愛を感じると言いますかね。素晴らしいですね。目の色が変わるとモードが変わるっていうのはちょっと斬新ですよね。今までにないパターンですよ。そうですね。確かにね、目の色が全部違うんですよ。いや、ちょっとロマンはちょっと一つ一つ紐解いていきます。これ多分おそらくなんですけど、これ顔があれなんですよね。こうアシュラみたいな感じになってるんでしょうね。それで本当だ。それで多分こう首が回ることによっていろんなモードに変わってるような感じがしますね。顔がくるくる回るごとにモードが変わるのか。そうですね。これ非常に素晴らしい設定ですね。いいね。さすが先生、僕全く気がつかなかったですね。そういうことですよね。いや、そういうことですね。これ作りとしてはそういう風な感じのこうアシュラな感じでこう首がどんどん回っていくような感じになってるのかもしれないですね。機械の中にこう生物的なものが入るっていうのはやはりこう、非常にかっこいいですよね。いや、僕ね、たまにこういうそのなんか設定資料みたいなのを見るときに、もうこれ全く思いつかないので、いや、これ本当なんかね、こういう発想がパッパ出るのは羨ましくてしょうがないですね。素晴らしいですね。読んでて意味ようわからんくなってくるっていうこのいや、すごいな。こういうなんか難解な感じが非常にロマンを感じるんですよね。確かになんかようわからんけど、なんかきっとこれはすごいんだぞって思わせてくる。伝わるめっちゃ伝わる。これ非常にロマンあるんですよね。非常に大切な部分だと思いますね。おやさん、どうもありがとうございました。続きましてはルーツさんからの投稿です。アルトメガバイト、密林戦の時期の政策で水中ポルタに対抗すべく連合軍が繰り出した水中対応型アルトを考えてみました。アルトのプロポーションを崩さず変形機構でサメのように迫力も出したいと欲張って試行錯誤した思い出の一機ですと。ポルタに水中機が出てて、まだある時に水中がないんですよ。だからこう考えて作ってみたっていうことなんですね。いやでも本当にね、変形前は本当普通のっていうと変ですけど、だからそのバンダイさんが出しているアルトの形、本当に形を崩さずにバックパックをうまく利用してサメのモードなんですね。いやいいっすね。いやこれ非常にあれですね。こうサメっていうのは無条件でロマンなんですよね。なるほどね。世界基準なんですよね。世界基準ですか。世界基準でサメはロマンっていうのはなるほど、もう決まってまして、世界が認めてるロマンですね。そうですね。世界が認めるロマン、それはサメですね。なるほどね。そうですね。ちょっと皆さんちょっと後でサメで検索してもらえればと思うんですけど。ロマンって出てくるの。そうですね。非常にいいですね。こうやっぱサメに変形するっていうのは非常にもうそれだけのロマンを感じるんですよね。これ細かいですけど、この1枚目のこのサメの歯のあたりがうまくね、モールドで上顎感出てるんですよ。いや出てますね、非常に。ここになんかこのちょっと先に歯がいっぱいあるんだろうなみたいなね。でこれ3枚目にね、こうやって噛むんですよと。そうですね。ポルタノーババッツリいってますから。いや素晴らしい。噛まれ方もまたそう、噛まれ方がいいよね。非常にいいですね。急に食いついてもうその場で爆発させるっていう。そうですね。でダブルオーのキマリスだっけ。なんだったっけ、キマリス。キマリスじゃねえわ、あれはオルフェンズだ。なんだったっけなんだったっけダブルオーのあれよ、飛行形態になるやつ。あれですよね。GN 電池ですよね。やめろ GN 電池じゃない。やめろみんなそっちで覚えてるけど。なんだったっけな。あんな感じのかっこよさがありますよね。なんかこう挟む攻撃ってやっぱ非常にロマンがある攻撃ですよね。こう物理攻撃としても。
やっぱそういう意味ではやっぱサメとこういう攻撃の仕方っていうのは非常に相性がいいと思いますね。そうですね、いやでも本当なんかすごく工夫されててね、バックパックの穴をこううまく使えば変形にも対応できるんだよっていうね。そうですね、勉強になるな。いや非常にこのアルトの原型をかなり残している状態っていうのがまたロマンを感じますね。やっぱりそうそうそう、いや本当にそのままなのよ、そのままなのに変形がちゃんとできてるっていう、でバックパックもそんなになんかその大げさになんか例えば後ろがめちゃくちゃ重たくなるとか、そういうわけじゃなくて、割とシンプルにこうすっきりとした状態で、だから変形前でも十分戦えますよっていうね。いや素晴らしいですね。素晴らしいです、ルーツさんどうもありがとうございました。続きましてライオン丈太郎さんからの投稿です。高機動強襲型アルト、短期での戦闘力強化を目指しカスタムされた機体。30ミニッツの発売日から続々登場するオプションパーツを取り続けて楽しんでいるアルトです。同色の塗装も塗る時期たびに配分や艶を変えてマイナーチェンジを繰り返している感じが出ないかなと思っています。出てますね。かっこいいですね。すごくなんかその同じパーツでもそうちょっと色が違うんですよね。例えば後ろの写真のこうバックパック、手前は濃いですけど後ろは薄かったりとか、なんか取り付けた時期がちょっと違うんだろうなっていうね。この感じで言うとこう戦闘するたびに、例えばもっとあそこを強化してほしいとか、こんなの奪ってきたんだけどみたいな感じでちょっとつけてみようかみたいなね。いやかっこいいですよね。いやこれやっぱロマンが詰まってますね非常に。ああなるほど。まずやっぱこの強襲型っていうのも非常にロマンがあるんですよね。いや確かに。もう強襲型ってだけでロマンであるんですけど、言わずもがなこのいわゆるこうドラグナー型といいますか、羽がね、ウィングがついてるのは非常にロマンがあるっていうのと、あとこのマイナーチェンジしていくっていうのが、これ非常にこれ新しいロマンなんじゃないかなと僕はちょっと考えておりまして。ああなるほど。最近で言いますとキツノオロフェンスのバルパトスとか、ああなるほどね、なるほどなるほど。ああいう感じでこうメインの機体が少しずつ部分的に追加されていってマイナーチェンジして本当だ本当だパワーアップしていくっていうのは非常にこうロマンを感じますし、そういう意味だとこの機体もきっと一番最初の姿からだいぶ姿形を変えて今の形になったんじゃないかっていうのが想像できますね。ああなるほどね。じゃあこの方のそれこそツイッター見ていけばちょっとずつ変わっていく様がね、今後見続けられるかもしれないと。そうですね。これも多分まだ下手したら発展途上の状態で、ああなるほどさらにパーツが発売されるごとにさらにマイナーチェンジを繰り返していくんじゃないかという期待感もあるロマンですね。確かに、だから今後新商品出るたびにもうこのライオンさんはこれちょっとどこにつけようかと。そうですね。もう本当に機体に乗ってる主役のような気持ちで。いやそうですね。それは非常になんか作ってる方としてはすごい楽しそうですよね。そうね、いや本当だ。なんか楽しみ方としてはすごく素敵な楽しみ方ですね。いや本当ね全部グレー一色っていうのがまたかっこいいんですよね。そうですね、タッチポーズがもう本当にもうシュッとしてるね、いや素敵です、はい。ライオンさんどうもありがとうございました。続きまして漬けマグロ本田さんからの投稿です。10年ぶりにプラモデル作りました。超楽しかったというね感想いただきまして、で、機体の説明なんですけども、まだまだアップグレードを残し敵と作者の財布に被害を叩き出すポルタのばかりですなるほどね、被害を叩き出すというね、企画ありますが、初参加になります。よろしくお願いしますと。すごくかっこよくまとまった作品ですよね。そうですね、塗装とかもすごくさりげなくて、このモールドのところにメタリックブルーとか、シルバーはすごく引き立つように目立たせてたりとか、なんかアクセントにしてるところがすごいうまいんですよね。めっちゃ指揮官機っぽいような、強そうな機体に出なってますよね。アシンメトリーのこのデザインっていうのは非常にロマンがあるんですよね。右肩についてるこの感じはすごいなんかロマンがありますよね。こうね大きな盾がね、非常にかっこいいですね。近接武器が斧っていうのも非常にかっこいいですね。本当に確かに。よく見たらこれもしかしたら斧を持っててなんか肩にシールドがついてるのは非常になんかザクを連想させるような。またねこの盾が腕とねうまく平行なので、すごく収まりがいいんですよね。すごいかっこいい。かっこいいですね。背中に背負ってるバックパックもかっこいいですし、腰のところにはバーニャーがついてるんですよね。これも非常になんかロマンポイント高いんじゃないかなと思いますね。なんか本当写真写りがいいフォルムになってますよね。後ろがちゃんと出るとこ出っ張ってて、そうですね、肩のアングルの違いと、そういったところでいうと足もねさりげなく先生パイプついてますよ。そうですね。これパイプもちゃんと意識されてますね。ついてますね。
膝についたこのパイプの感じ非常に燃えますね。いいですね。なんかこれ斜めにこう写真を撮ることでこのパイプが引き立って、いや本当なんか黄金比な感じがすごく美しいんですけど、この最後のこの写真はこの非常にこのプロポーションをよく生かしたポージングなんじゃないかなと思いますね。だよね。こう特徴があるところを全部見せてますよね。腰のバーニアも見えるし、そうですね、背中のバックパックも見えて、肩のシールドも見えて、そうですね。なるほどな、この1枚でだって本当全部特徴を見せてますもんね。これめちゃくちゃいいアングルだな、非常にかっこいい写真ですね。いやー素晴らしいです。漬けマグロ本田さんどうもありがとうございました。続きましてシンさんからの投稿です。30ミニッツにコックピットが欲しくてマイクロウォーズのファンファンをコックピットパーツにしましたということで、もうこれはすごく新しい感じになってますね。いやもう一等身ですか、いいですね。でこれはもうコックピットになってて、そこに手足が生えててちょっと打つよっていうね、なんかこう懐かしさ感じるというか。そうですね、これ非常に素晴らしいですね。いわゆる80年代頃に流行った頃チンチクリンなロボットたちそうね分かるに代表されるようなプロポーションなんじゃないですかね。いや渡るとかめちゃくちゃ好きでしたからね。そうですね、渡るとか、あとグランゾーン、グランゾーンね、懐かしい、なんかそういう感じのちょっとチンチクリンな、BB 戦士的なロボットたちの系統を受け継いでるんじゃないですかね、このプロポーションは。なるほどですね。非常にロマンがありまして、非常に可愛いですね。本当に可愛い、本当に可愛い。でこれがまた色のチョイスも良くて、白パーツがメインのところにちゃんとその足と胸のところは青入れてる。そうですね、すごくねバランスもいいですね。いやこれ見れば見るほど愛着が湧くというか、可愛いな。いや30ミニッツのこの凄さをすごい感じますよね、本当に。いや確かに、だって片や7体合体し、ね片やこの一等身でも表現できっていうね、可能性の幅がすごいですね。非常にいいですね。やっぱロマンっていうわけではないんですけど、やっぱこのロボットに対してこのビームライフルのこのサイズ感が非常に合ってますね。そうなのよ。これライフルも長さが調整できるので、非常になんか可愛らしいですね。合わせてますよね。非常に素晴らしいと思いますね。いやー可愛いな本当に、この手のやつっていうのはやっぱ今後も進化していくでしょうね、このサイズ感っていうのは、ね。いやそうですね、非常になんか今後どんどん出てきてもおかしくないような感じがしますね。これなんか本当30ミニってもこのサイズ感で何か新商品考えそうな感じというか、なんかそういうのが見えちゃうようなね、そうですね、作品ですね。C さんどうもありがとうございました。続きまして鬼殺隊平隊員さんからの投稿です。鬼殺隊をイメージして作りました。高機動戦闘特化で武器は刀だけにしてあります。夜間をイメージしたカラーリングで武器は富岡義勇の日輪刀にしてあります。よろしくお願いしますと、いうことで、これ実はですねうちのお客さんなんですよ。もう間に合わないと言いながら一生懸命作っていただいてですね、本当投稿ギリギリでこの背景は箱庭技研でね地球島にあるものでね、撮影しております。こんな感じで撮影できますのでね、これまず宣伝でございますけども、本当森にあったというか、本当鬼殺隊をイメージしたっていうカラーリングで塗装されていて、ポルタノバってやっぱね最初作った時に思うんですよ、なんか人情っぽいなみたいな、それをなんかうまく生かした感じだとは思うんですけどね。いや素晴らしいですね。背景が非常にロマン感じますね。やっぱりシチュエーションが非常にロマンがありますね。試験ですから、ロマンポイントと言いますと、やっぱりまず日本刀を持っているっていうのは非常にロボットとしては非常にロマンがありますね、やっぱり。後ろの剣がね真っ黒で手前が白なんでね、すごく浮いて見えますよね。そうですね、非常にかっこいいですね。でさらにこの高機動戦闘特化っていうのは非常にロマンがあるんですよね。それだけでロマンがある。でさらに言いますと、この夜間迷彩っていうのが非常にロマンがあるんですよね、実は。なるほど。これ歴史を紐解きますと、ダンバインに出てくるビルバイン夜間迷彩っていうのがありましてすごいとこ紐解きますねあれは非常にロマンがあるんですよね。なるほど、やっぱスーパーロボット対戦でもどちらを選ぶかっていうのが悩みどころなんですけど、やっぱ夜間迷彩はやっぱロマンありますね。いやいいですね。すごい角度から来ましたね。なるほど。後ろのバーニアも光って見えますから、これだから敵からしたらなんか見える部分が刀とバーニアなんで、そうですね、結構怖いですよね。怖いですね、非常に。気がついたら切られてるっていうね、そうね、切られたのかみたいな。そうですね、こいつ切った後絶対に優しさは見せないだろうけどね安らかに眠っておくれ感はないっていう。鬼殺隊平隊員さんどうもありがとうございました。
続きまして、すみしろさんからの投稿です。すぐみ合体アルトエア。合体機構があるにもかかわらず、スーパーではなくリアル。武器、きっとどこかで見たような勘違いツインバスターライフル。飾りのようなツインキャノン。必殺技、全訪問解放の倍返しだですね。近接武器、予算外です。弱点、腰回り。この弱点腰回りはですね、これ明らかにこう遊び倒した跡が見える写真ですのでいっぱい遊んだんだろうなというね。はい、うちの30ミニッツもだいぶ腰回り弱いですからね気持ちよくわかりますよ。近接武器に関してはないと言ってますけど、多分最終的に腕を引きちぎって殴りに行くんでしょうねいや非常にロマンがありますね。はいはいはい。飛行機とロボットが合体するってやっぱこう非常にロマンがあるわけですよ。やっぱりかっこいいっすよね。非常にロマンがありますね。このやっぱ合体機構があるっていうのはそれだけロマンがある。このツインバスターライフルっぽいこのビーム兵器、やっぱこれはやっぱこのウィングガンダムゼロが作ったこう素晴らしいロマンなんですよね、本当に。なるほどね。今までなかった新しいロマンがこうやって引き継がれていくわけですよ、ロマンとして。確かに確かに。いや非常に素晴らしいと思いますね。あれ初めて見た時かなり斬新だったもんね。いやかなり斬新だったと思いますね。ありそうでなかったというか。確かに確かに。なんかほんとね、なんかすごいパピコ感覚でパーンって割ってからぐるぐるぐるって回って打ってたよね。いやそうですね、あの感じでやっぱ忘れられないですね。びっくりしたですね。あとちょっとこれロマンではないんですけど、この飛行機のこのコックピットがこの合体した時に腕にくっつくっていうのが非常に素晴らしいんですよね。左腕についてますね。 G ディフェンサーだと先っぽにくっついたところカツは逃げていきますけどこいつはあれですかね、ちょっとカツは逃がさないですかね。カツてめえは逃がさねえっていう状態になってます。なるほどね。それ非常にあれですね、好感が持てますね。好感が持てるお前はここで見とけっていう一番危ないところにいるじゃないですかそうですね、非常に素晴らしいと思いますね。いいね、このツインバスターライフルなんか撃とうもんならもう、そうですね、カツは怯えまくってるじゃないですか。目の前でビーム撃たれてますからねそれちょっと想像したらめっちゃ面白いな。なるほどね、逃がさねえぞと。そうですね。いやめっちゃ笑った、なるほどね、面白いです。すみれさんどうもありがとうございました。続きましてガチャファンかっこかりさんからの投稿です。タイトル、特殊強襲部隊アルト指揮機。敵機を対処するために配備された機体。迅速に敵機を制圧することに調整されている。指揮機の右腕にバッテリーを搭載して電力を使用することで一部武装をテーザー銃にすることができる。一部塗装で蛍光塗料を使用しているのでブラックライトに反応して光りますと、いうことで、これ1枚目がねバッチリ光ってるところなんですけども、それをこう次の写真めくってまたもう好きね。僕はこれすごい好きですよ、このパトレイバー感といいますか、警察カラーってなんかすごいかっこよくないです？そうですね、これやっぱりこう特殊ニカ燃えっていうのが、特殊ニカ燃えねなるほど。いやもう本当に今僕は燃えてますよ先生。いや非常にロマンあるんですよね。なぜ警察車両のロボットはかっこよく見えるのかっていうのがなんか不思議なんですよね。不思議だよね。これ車にしてもロボットにしてもこのカラーリングされるともうなんかすごい好きなんですよ。かっこいいんですよね。いいなあ。もうなんかすごい鮮やかな白に鮮やかな黒でもうバッチリ決まってますからね。でこのアルトのメットの部分がこのグリーンっていうのがね、そうですね、で大きい盾持って、そうですね、こういうやっぱロマンありますね。完璧じゃないですかこれ。武装はあれですかね、ちゃんと制圧するっていう意味を込めてこう警棒っていうのをちゃんとやっぱ。本当？全然気がつかなかった。へえ、本当だ。なるほどね。本当は1枚目警棒持ってるわ。そうですね、やっぱこう素晴らしいと思いますね。いいなあ、いいなあ。でちゃんとこう胸の部分にね舞台マークついてて、いや大事だと思いますね。デカールがね本当ねすごくこう要所要所にこうカチッと決まったところに貼ってあるんですよね。でこのバックパックですよ。このバッテリーの予備もちゃんとついてるってことですね。そうですね。なんかこのバックパックに全ての武装がこうくっつけられるっていうのはやっぱ非常にロマンがありますよね。やっぱり考えられてますよね。なんか非常に実用感がありというか。そうだからバックパックのとこにもパトランプがあってその間に銃があってってことですよね。これなんかうまくやったら可変までいきそうな気もするんですけどね。なんかそういったことまで想像できちゃうような、素敵な作品だと思います。はい、ガチャファンかっこかりさんどうもありがとうございました。続きましてマッサンからの投稿です。息子の作品です。
高速機動狙撃部隊をイメージして作りました。ウェザリング塗装をし、スコープは赤で塗装しましたということで、基本的なね、パーツの塗装はそのままにウェザリングをやっているってことなんですけども、ドライブラシがね、すごくこうかっこいいというか、こうカチッとこうね、作品がまとまってますよね。そうですね、非常にかっこいいですね。2枚目の部分なんか特にそれが伺えるんですけど、本当にね、そのエッジが効いてるところからきちんとドライブラシが入ってて、汚く汚すんじゃなくて綺麗に汚す系の、すごく考えられたところにウェザリングが入ってて、でね、この首元がすごい好きなんですよ、この機体の。ここにホワイト入れてるので、なんかちょっとエヴァっぽいというか、なんかこうでこの胸のパーツもその装甲を厚くしてるわけじゃないですか。だからこう何発かはもうなんか当たって上等だから撃つみたいな、ああいうなんかこうエヴァ見ててもなんかこう本当無理くりいくなみたいななんか戦い方するじゃないですか。だからこいつもねそんな戦い方しそうで、なんか多分動いてその敵を倒すとこ見たらなんかファンになっちゃいそうな動きをしそうな、なんかそんなイメージができますね。非常にこうやっぱりこう肩に武装を乗っけるって非常にいいんですよ。こうロマンがあるんですよね。こうショルダーラックっていうのは非常にロマンがありますね。あとこうなんていうんですかね、こう左右に持ってる武器の感じが違うんですよね。確かに確かに。明らかにこう違う種類の武器を持ってるんですけど、なんかこの感じは非常になんか最終決戦感がありますというか。確かに確かに。非常にこのシチュエーション的にロマンを感じるんじゃないかなと思うんですよね。いやーいいなー、いやもうこっちに来んなってーのって感じで打ってそうな感じわかるトックン。そうですねトックンって言ってしまった。先生すいません、失礼しました。ですね、この高機動狙撃部隊をイメージしておりまして非常にいいですね。この肩の部分もね、右肩と左肩でこうつけてるものが違いますね。そうですね、やっぱこう肩にボリュームが出ることによって非常にこうかっこいいプロポーションになるんですよね。本当ね、本当ですね、逆三角形でね。そうですね、これは非常にロマンポイント高いんですよね、やっぱり。いやーなるほどですね。マッサンさんどうもありがとうございました。続きましてブラスコーさんからの投稿です。アルト長距離狙撃型デロイヤ風塗装、アルト陸戦仕様アンブッシュ迷彩、ポルターノバ水中仕様イルカ塗装、アルト4脚都市迷彩ということでこっち4作品出てるんですけども、塗装がねなんかこう深みがすごくて、なんだろう、このなんか懐かしさ、本当にそのデロイヤ風塗装とか、イルカ塗装とかもそうですけども、このイルカ塗装のこの3枚目のところなんかもうこれ白なのにもう何色入ってるのっていうね、そうですね。いやすごいね、この書き込み、なんかね思いや情熱みたいなのがすごく伝わって、なんかめちゃくちゃ好きですこれ。1枚目なんかのこの足がちょっとくの字、逆くの字になってて、なんかこうパッと見た瞬間になんかこう30 minutes っていう新しいコンテンツを使ってるのにすごく懐かしさを感じるというか、この銀も渋いし、縦に筆跡というかそのウォッシングアートがこうあえて入ってることで本当にその平成のアニメ風というか、もうなんかどれを撮ってもすごいと思いますし、僕はジオラマ大好きですから、この4枚目もねけど実際にこのジオラマを使うことによってちょっとこう気味の悪い動きをするんだなこいつはっていうのも分かるし、これは逃げられないなっていうか、こう逃げたと思ったらすごい角度からこいつやってきたみたいなもうダメだ逃げれないっていう、なんか不気味さがあっていいですよね。いやいいですね、非常に素晴らしいと思いますね。どの作品にもやっぱロマン詰まってますね。ディロイヤ風塗装っていうのはこれいわゆるこうダグラム的なこのカラーリングということなんでしょうね。非常にこのカラーリング非常にロマンありますね。非常にかっこいいと思います。と迷彩柄のやつ、これやっぱこの足がキタピラになっててこうバズーカを持ってるって非常にロマンがある機体なんですよね。そうですね。で次の水中用っていう機体なんですけど、これ何が素晴らしいって、まずこのイルカ塗装っていうのがこれ非常にこう分かっていて、この下に見える方が白で上に見える方が青になってるんですよね。これお魚さんのをよく見てもらうとやっぱお魚さん下が白くなってて上が青になってるっていうのは、あれはいわゆるこの上から見たら青くて見えない、下から見たら光が反射して見えないっていうね、っていう風な迷彩としての役割がやっぱ魚にもあって、それをちゃんと理解して塗られてるんだなっていうのが非常に素晴らしいですね。それであと持ってる武装、これ多分これはクラッチクローみたいな
はい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 、はい、そういう武装なんでしょうね。こうやっぱ水中系のロボットは大体クラッチクロー持っているっていうのはこう相場が決まってますのでなるほどね。そうですね。なるほどね。そういうところも抑えるところをちゃんと抑えているっていうのは非常に素晴らしい。で最後にこの4脚、4脚ってのだけもロマンなんですね。やっぱりこう4脚が動く4脚のロボっていうのは非常にロマンがあるんで、やっぱ南條さんがおっしゃられたとおりこのジオラマのこのシチュエーションが非常にロマンを感じますよね。このやっぱ動きができるっていうのはやっぱりこの4脚ならではの壁からこう降りてくるような感じのこの感じは非常にロマンを感じるシチュエーションなんじゃないですかね。いいですね。ジオラマじゃないとこのポージングが無理ですもんね。そうですね。これは素敵だ。ブラスコーさんどうもありがとうございました。続きましてホーリーさんからの投稿です。地獄からの使者スパイダーマン、かっこいいとはどういうことかを考えたらこうなりました。特別な改造も必要なく塗装して三白眼をつければいいだけなので誰でも作れます。ぶっちゃけ目をつけるだけでもスパイディになりますぞヒャッハーということで、もうめちゃくちゃ楽しんで作ってるのが伝わると言いますか。そうですね。これ展示会だったら100メートル後ろでも気がつくというかすごくこうオーラが出てますね。これちょっと作ってる人方はおそらく変態なんだろうなと思いますね。素晴らしいと思いますね。これいわゆる東映版スパイダーマンってやつですね。なるほど、東映版ですか。マーベラーからレオポルドにチェーンってやつですね。なるほど。これ南條さんちょっと言い方がちょっと間違ってたんで、正しい言い方をしますと、地獄からの使者スパイダーマンが正しい言い方ですね。言わないんだ。いやなるほど。僕ちょっとスパイダーマンには疎いものです。そうですね。この写真実は非常にこだわりを感じる写真なんですよね。はいはいはい。これ劇中でスパイダーマンがこういう風なポーズを取りながら、曲とともにカット割りでポーズがコロコロ変わるっていう謎の演出があるんですよね。じゃあそれをこの写真を保存してスクロールしていけば。そうですね。パッパッパってやるとまさにあのシーンが目に見えるというかタタ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 って感じですね。分かる人には分かりますね。これ今もう先生とホーリーさんがもう爆笑しているのが想像つくんですけど、なるほど。僕のすごい置いてかれてますよ僕は。それで僕はカラオケにいたら時々歌いますね。それぐらいには好きです。もうじゃあこれはもうただのスパイダーマンじゃないんですね。そうですね。東映版スパイダーマンっていうのがやっぱこれはもう先生に来ていただいて本当に助かりましたよ。僕もスパイダーマンでしか見てなかったです。はい、勉強不足でした。素晴らしいと思います。いやー素敵ですね。なるほど。ちょっと僕も勉強したいと思います。はい、ホーリーさんどうもありがとうございました。続きましてアディシュスさんからの投稿です。自分のかっこいいと思える形を作っていますと。4つのシーンにね分かれていってるんですけども、4つとももうなんかすごく物語性がありますよね。いや非常にかっこいいですね。この1枚目はこれどうなんでしょうね。これは仲間になるかなのかとどめを刺そうとしているのか、どっちかっていうと戦い終わった後の友情的なことなんですかね。非常にいろいろ賛否両論ありそうな感じがしますね。でも非常になんか、神秘的なシーンというか、非常にいろいろ想像をかき立てられるような、そういう写真ですね。これはいいですよね。なんかこのアングルがね、首の傾き加減とかね、いやもうまさに展示会っていう感じの、いろんなワンシーン切り抜きましたみたいな。2枚目なんかもうこれいいですよね。これはもう確実に剣を交えながらの会話ですよね。そうですね。こうやって見るとどっちがもともとだったからどっちが強くてどっちがチャレンジャーかとかもう分かったです。多分これ左が強くて右がチャレンジャーですね。なるほどなるほど。高機動型なんですよね右はね。で左はどっちかというとパワー型というか、もう剣を振ると風圧がすごいみたいな。いやそうですね。この色味がね白とグレーがなんとかっこいいことがいいですね。でこれが3枚目ですよ。3枚目のこのアングルでもうこれはもう神と崇められたみたいな恐竜感。そうですね。非常に素晴らしいと思いますね。これ首の部分どうなってるんでしょうね。ここのだからもう今上顎を見てるんでしょうね。そうだと思いますね。いや呼び起こしちゃいけないものが呼び起こされたみたいな。確かにかっこいいな。またこの尻尾の部分がうまく30ミニッツのパーツで表現できるもんですね。そうですね。本当に何の違和感もなくすごく綺麗にいってますし、またこの黒のパーツがいいですよね。墨入れもなんか綺麗にできてるし、非常に丁寧にするんですよね。丁寧ですよね。で4枚目ですよ。これは何だろうな。なんか月刊誌の漫画で出てくるやつよ。週刊誌では書ききれない、なんかわかります？僕の好きな系のジャンルの敵なんですよこれ。すげえかっこいい。打っ
った時に武器を、それでそこの部分が消滅するみたいな武器なイメージがあるっていうだけですよ。大人が読むやつですよこれ。大人が読む漫画で出てくるやつですよ本当に。アディジュスさんどうもありがとうございました。続きましてかきおさんからの投稿です。野手専門部隊ブラックコルベット北夢スターフィッシュ。もともと派手好きだけど野手部隊に配属されたので仕方なく黒く塗りました。あえて薄く塗った塗装はところどころ剥げていき、派手な機体色が徐々に露出していきますということで、パイロットがもういやいや黒く塗ったということで、それをもうなんかどうせすぐ剥ぐし、この部隊から抜けたらすぐ剥ぐしっていう気持ちで薄く塗ったら、戦ってる間に剥げてきたと、なかなか斬新ですね。いや素晴らしい設定ですね。いいですね。でこの剥げ方がすごくこう全体を通してみるとこうただのマジョーラっぽさじゃないというか、これが逆に今までにない模型、こういう塗装では見たことがないというか、非常になんか変わった色使いというか表現というか、そうですね。確かにマジョーラ系で攻めるときはどっちかというともう全面こう光沢ツヤツヤでこうバッチリマジョーラで決めるみたいなイメージなんですけども、この仕方なく黒く塗ったっていうところでこの黒が艶消しなんで、なんかこう本当にまあ何回も言ってますけどこう見たことないような塗装になってるんですよね。そうですね。かきおさんじゃないと出せない感じの色味になってるんじゃないですか。でこうただのデカールじゃないんですよ貼っているのが、こうだから派手好きな方が乗ってますんで、ボディーペイントといいますかタトゥーっぽいというか、そうですね、そういうのが太ももとか顔のところとかに塗ってて、いいな。上司の言うこと全く聞かなそうな機体だもんね。カラーリングが非常にロマンを感じるというか、非常にかっこいいですね。武器があれなんですね、こういわゆるこうスピアといいますか、そうね、これなんか非常にこうロマンがある武器なんですよね。切ることができないこう突き刺す専門の武器っていうのは非常にロマンを感じるところだと思いますね。ちょっとこれ写真ではちょっと分かりにくいかもしれないんですが、このプロペラントタンクのこのデカールが多分おそらく漢字のデカールなんでしょうね。あ、本当だ。分解現金って書いてある。漢字デカールってやっぱこう非常にロマンがあるというか非常にいいですね。確かにこの字体のいいね。非常に素晴らしいと思いますね。これ後ろあれですね、ラップ塗装みたいな感じなんでしょうね。ああ、いいな。で腰の部分にもこうバイヤーがついてますし、かっこいいと思いますね。あと先ほども話したんですが、やっぱこう夜間迷彩っていうのは基本的にロマンなので、その夜間迷彩ロマンの中でもやっぱこの夜間迷彩非常に特殊な夜間迷彩だなと思いますね。新しいロマンがここに生まれるんじゃないかというような感じになってます。和っぽさも感じるというか、いやそうですね、非常になんか和な感じが、和な感じしますよね。いや本当不思議だな。かきおさんどうもありがとうございました。続きまして築地直さんからの投稿です。アンタレスノバ射撃戦闘に特化したポルタノバ改造試験機、その異質な見た目から味方敵問わず恐れられていた。ゾイドやオーハンマー 40K に出るネクロンをイメージしながら作りました。勝手にロゴマークを使用してすいませんということなんですけども、もうとんでもないというか、もう本当にありがたい限りですね。地球堂のロゴついてますよ、この箱絵が。でこの右下の方にですね、よくよく見るとこの寿屋って書いてますね。いやこれ好きだな、いいな。でこの箱の横に塗装例がね載ってるやつが2枚目3枚目ですね。で注意書きで本製品塗装はしてありませんって書いてるやつです。いいですね。これ色見本ですよ。このパイロットが乗ってない感というか、これも無人機なんでしょうね。無人機感非常にありますね。いいですね。でこの黒とかシルバーにこの蛍光グリーンと、このサイバー感いいですね。いや非常にかっこいいと思いますね。この箱絵はあれなんでしょうね。こう荒れ果てたビルが1990X 年のようになってますけども、こいつがやったんでしょうね。でしょうね。敵味方問わずどころか、こいつが一気ドスンって降りてきたらもうこんな風になるよと。設定がすごくしっかりしてますね。いや本当にこうもう総じてやっぱサスリ型のロボットっていうのは凶悪っていうのがもう相場が決まってるんですよ。なるほど先生、そうですね。やっぱ歴史を紐解きますと、やっぱゾイドで出てきたこのデススティンガーっていうサソリ型のあれもデスザールより強いですからね。やっぱ尻尾の先からビームが出るっていうのはやはりデススティンガーの尻尾の先から家電粒子砲が出るっていう。なるほど。生物的に多分攻撃しやすい形なんでしょうね。
なるほど。足は増えれば増えるほどいいとは言いますけど、やっぱこう6脚っていうのは非常にやっぱりテンション上がりますね、やっぱり。まあ短いですけど腕もこう4つついてて、そうですね、いろんなところにピュンピュン打つってことですよね。そうですね。こう2本の腕はおそらくビーム兵器が出るような形になっていて、もう一つの2本の手は基本的には近接専用なんですけど、リップにはちゃんとビーム砲がついているという、非常にこうロマンを感じる機体なんじゃないですかね。このヘッドの部分のところにこの蛍光のこうダクトがいっぱいついてるわけじゃないですか、だからこの情報伝達が速そうというか、こいつを落とそうと思ったらこのパイプを切っていかなきゃいけないわけですもんね。おそらくこれ弱点なんじゃないかなと思いますね。なるほどね、非常に素晴らしいと思います。はい、築地直さんどうもありがとうございました。続きましてなあさんからの投稿です。タイトルハイドラ。未だにこいつ以上のものが作れず、誇りでもありしがらみでもあり宝でもあります。この感覚すごくわかるんですよ。自分の中で気に入った作品ができるとなかなかそれを超えることができないと言いますか、僕もありますからね。何年前のこの作品を僕は未だに見せてるんだみたいなありますから、地球堂にね飾ってるんですよ。いやーわかりますね。新しいのを作る時にこうついついどっかにいちゃったりとかねするんですけども、ポージングもかっこいいですし、腰の、だから普段ウイングに使うところをこうスカート代わりにしてると言いますか、めちゃくちゃかっこいいですねこれ。やっぱでかいスカートっていうのはロマンありますね。非常にいいな、非常にロマンポイント高いと思いますね。ここにつけましたかっていう感じですよね。これ大正解ですみたいなでこの2枚目以降にこのバックパックが実はこう手になるんですね。手の数が増えますと。でこの手のひらの部分がこれが本当に上手だなと思うのが、その腕とかに使っている関節パーツのジョイントなんですよこれ、それがここからこうビーム兵器ですよというような、感じに見えるような改造をしてるわけですよね。3枚目ですね。この飛行形態、このジオングといいますかネオジオングといいますか、なんかもうラスボス感がすごいと言いますか。いや非常にロマン詰まってますね本当に。やっぱこう腕が多いと偉いんですよねやっぱりなるほど、シンプルにもう偉いんだと。そうですね。こう仏像からも言えるように、こう腕の数が増えれば増えるほど偉いんです。アシュラは3本で偉いし、千手観音はもっと偉いんですなるほどなるほど。この通常の状態でこう綺麗に収まりがいいですよね。しかもそうなんですよ、バックパックは自然なんですよね。そうですね。非常にこう収まりが良くなっていまして、よく見るとですけど、こう通常の手の先にさらに手がついてるような、本当だ。そういう感じなんですよね。なかなかロマンポイント高いんですよねこういうのって。だからこそちょっと腕がちょっと伸びたような感じにも見えるし、そうか大きく見せるためにね。そうですね。これはいわゆるこのバルバトスルプスレプス的なああいうバランスなんですよね。こうちょっと腕がでかい感じで。なるほどですね。バランスは非常にロマンがあるバランスなんですけど、やっぱちょっとそれに近いようなこうバランス感覚なんじゃないですかね。ってことはこれも合計腕が6本に見えて実は10本あるんですね。めちゃくちゃ偉いじゃないですか。偉いと思います。やっぱ腕が多いのは偉いですね。なるほど。ぜひこれ以上のものがもしできましたら、そうですね。もう DM 待ってますこれ楽しみにしてます。はい、皆さんどうもありがとうございました。続きましては島根の中山さんからの投稿です。月は出ているかと問いかけてきそうな感じになりましたと。こちらの写真ですね。うちの地球堂模型な工作室の様子なんですけども、島根の西側の方からね写真と投稿を一緒にお店でしたいということで来ていただきまして、はい、もうすごい嬉しかったですね。はい、月は出ているかというところで分かっていただけるかと思いますが、このバッグがね剣と斧と槍とで表現していると。非常にこれですね、このロマンありますよね。解説からもあるように月を出ているかっていうのにストライトキャノンをモチーフにした作品なんだと思います。やっぱ兵器自体がもうロマン兵器なんで、確かにあれはねすごかったね。いや非常に素晴らしいと思いますね。特筆するべき点で言いますと、顔が2種類違うんですよね。本当は1枚目と2枚目違いますね。そうですね。これはこう歴史を紐解きますと V ガンダムの本当だそうね。そうですね。V ガンダムがあれですね、そうだ、通常の V ガンダムの顔とヘキサの顔が2種類あるっていうので、なんかこれ非常になんか実用性のあるデザインというか、こういうのはやっぱロマンがあるんですよね。こうより実践的な
リアルな兵器にとんでもなくこうロマン兵器が肩にくっついているんだけども、非常にリアルなところもついているっていう。なるほどね。実用性もね。ロボットにこう追加兵装がついているっていう、こう、ここにブースターがついてたりとか、こう、スカートのところにこれは装甲が追加されてるんですかね。そうですね。いや、こういう感じで別でこう追加のパーツがあるっていうのはやっぱこうロマンがあるんですよね。まさになんか量産機の30ミニッツの世界観も守りつつみたいな。そうですね。感じで、いいですね。いや、あとですね、僕この武器がね、背中に乗っていると、僕幼い頃にですね、牛若丸を読んでもらいまして、弁慶を思い出しちゃうんですよね。なるほど。僕の読んだ絵本に99本の武器を俺は持っているんだみたいな、お前で100本目だみたいなそれがあるんですけど、一生懸命武器数えてどう考えても10本足らずしかないっていうどういうことって幼い頃思ってましたけど、武器をいっぱい背中に背負ってる人見ると、あ、弁慶って思っちゃうんですよね。だからルロケンの10本刀も、あ、弁慶といい思い出が呼び起こされましたよ。はい。島根の中山さん、どうもありがとうございました。続きましてはささみみみさんからの投稿です。ポルタノバセカンド、ポルタノバネイビーブルーをベースキットにして腕と足の延長を施しシンプルに仕上げましたというところなんですけども、この塗り分けがねすごくかっこいいですよね。僕がすごいお気に入りなのはこの脇の下のグレーの色、なんか他の作品もとか、ポルタノバって多分ここそういうパーツがついてるんでしょうけど、あえてここ塗り分けるとすごい目立ちますよね。いや、なんか本当にねバランスがねすごくおしゃれなんですよ。武器の筋のところを金で入れてるのと、その本体の方も金で入ってて、いや、なんか統一感というかね、バランスというかで、足の延長がこれ多分足の裏でやってますよね。足の裏をその足首のとこに入れることでなんかこう存在感もねグッと出て、こういう延長の仕方があるかってなんかすごいアイデアが詰まって素敵ですね。ロマンの点でもすごく良くて、武器を逆手に持ってるっていうのはもう何回も言います通りロマンなんですよね。そうね。でさらに他の兵装でこの近接武器とくっついた銃っていうのも非常にロマンが高いんですよね。いやー、いいですよね。その中でもこう僕が注目したいのはこの肩にくっついてるこう小さいこうキャノン、ありますね。小さいキャノンついてますね。これが非常にこうロマンを感じますというか、これちょっともうロボットですらないんですけど、こういうのがついてる作品でこのプレデターが肩にねこうさすが先生、そこ持ってきますか。キャノンくっついてるんですよね。あれ非常にかっこいいんですよね。一番強いやつはどこだみたいな。一番強いのはこう肩にくっついてるあれが一番強いと。面白い。それは面白い。あとこれは完全にロマンとはちょっと違うのかもしれないんですけど、こうロマン先生の趣味としてこのなんとなくデザインがこう陸戦型トールギスみたいな感じに僕は見えるんですよね。なるほどね。ヘッドはそのままになんかそのスタイルはシュッとしてというか量産っぽくして。そうですね。それでもこう丸いシールドにこう巨大なドーバーガンを思わせる。確かにそう見える。巨大な兵装をつけてるっていうのがなんか非常になんか僕こうトールギス好きなんで、このデザイン非常にかっこいいと思います。いいですね。確かに。ささみみさん、どうもありがとうございました。続きましてカネンおわねはんさんからの投稿です。お題の30ミニッツを作るのは初めてで設定等は疎いのですが、深海工作用シエルノバ DC モンキーとしておきますと。すごいかっこいいですよね。そうですね。関節が細くて腕がこうがっちりっていうのはね、あと写真撮り方うまいですよね。そうですね。なんか光の入れ方とか、で3枚目4枚目なんかは本当に深海の中のいるような。非常にかっこいいですね。かっこいいですね。ロマン語る部分も非常に多いんですよね。これちょっと僕よくわかんないんですけど、なんかあれなんですか、こうなんかオレンジ色のなんかこうポットみたいなのつけるのなんか法律で決まってるんですかね。こう水中用のモビルスーツ大体こういうオレンジの本当だ、くっついてるんですよね。なるほど。そうですね。これ歴史を紐解きますと、ポケットの中の戦争のサイクロプス隊が使ってたハイゴック。本当だ。あれがオレンジですね。なんかあれなんか腕なんかミサイルをなんか発射するときなんか腕になんかオレンジのやつくっついてましたよね。ついてました。なんかあれつけるとなんか水中用っぽく見えるっていうなんか非常になんかよくわからない法則があるんですよね。これもその法則にのっとってこのオレンジのがくっついてて非常にかっこいいんですよね。そういう意味で言いますとこの水中
チ用モビルスーツっていうのはこうなぜか知らないですけど、このフックみたいなのがついているっていうのがまたあるんですよね。歴史を紐解きますと、アクアジムとか、水中用ガンダムとか、そんなんいたっけ？いますね。本当にちょっと調べてみよう。ちょっと待ってね。なんて言った？水中用ジム？違うか。アクアジム。アクアジム？いや全然知らないな。本当だ。ついてる。しかもやっぱオレンジ入ってる。そうですね。本当だ。わかんないんですけど、こう水中用のモビルスーツにはこうやってなんかワイヤークローみたいなのがくっついてるっていうのはもうお決まりなんですよね。何取るの？魚？何なんですかね。結構これはちょっと詳しい人教えてください。そうだね。あのワイヤーで一体何を釣っているのか、釣ってるっても魚前提になっちゃってるけど。あとまあこの機体単体で言いますと、こうやっぱりこう巨大な足と、巨大な腕っていうのはやっぱこう色もあるんですよね。非常にかっこいいですね。あとこの特徴的なこの星の形が僕的にこう非常にかっこよく見えるというか、これもなんか新しいロマンにつながるのであろうと勝手に予想しております。非常にかっこいいと思います。この関節のところにね、銀をね、差し色の銀がね、めちゃくちゃ上手なんですよ。いいな。デカールも綺麗に貼れてますしね。そうですね。いやとてもかっこいいです。はい、カネンオアネハンさん、どうもありがとうございました。